皆さんこんにちは、こんばんは。私きなこと申します。シュウと申します。では今回も007ナイトファイヤー PS2 のゲームをやっていくわよ。007。あ、わかった。さて今回もプラチナメダル誰でも取れるという方式で頑張ってちょうだい。007。わかった。それでは始める。あなたが手に入れたナイトファイヤーのファイルを解読した結果、東京近郊の閉鎖されている原子力発電所について気になるデータが見つかったわ。東京フェニックスコーポレーションが放射性物質の除去作業を請け負ってる場所よ。どうも密かに大規模な建設工事が進められてるらしいわ。そこに潜入してドレイクが何を隠しているのか調査して、それが新しい任務よ。頼んだわよ007。今回もうまくやるのよ007。よし、パンチ一発。どんだけ強力なパンチなんだ私のパンチは。そりゃもう鍛え方が違うからね。もちろん原子炉の撤去は非常にデリケートな作業ではあります。作業は危険なのでは？そのため我々はロボットテクノロジーに投資してきました。作業員の安全を最優先に考えてです。しかも作業終了時にここは海水浴やフィッシングが楽しめる実に美しい海岸に生まれ変わるはずです。ドレイクさん、ありがとうございました。独占インタビューに応じていただき感謝しています。いえ、どういたしまして。ドレイク。お辞儀をしている。さすが日本で会社を持っているだけあるな。そうね。インタビューは終了だルーク。狙撃チームは位置に戻れ。おルークは物騒ね。ヘリを落とされても生き残っていた。本当に物騒だな。あのマッチョの男ね。ああ、 ST1 とあるビルに潜入せよ。どういうことだ。とあるビルなのかしら。とある ST1 と書いてあるビルということかもしれない。まあそういうことね。そういうことね。なんだかよくわからないぞ。よし行こう。ではまずはじめに向こうに座っているスナイパー、あいつを撃つんだ。誰も気づかれないうちにな。だが今回はなぜか珍しくあいつを撃って倒す前に気づかれてしまった、周りに。なるほど。だが普通はあいつを倒したら周りに気づかれるんだ。だから、今回は珍しいパターンだが、あとは同じことだ。まずあそこに1人倒した。よし、そしてもう一度、見事ね。今度は立ち上がって、あいつなんで立ち上がるかっていうと、ちょうど柵に隠れる場所になってしまうから立ち上がるんだが、そしてこの向こうにいるあいつを倒す。あいつね。だいぶ遠くにいるのね。遠くにいるな。しかもちょこまかと動き回っているわ。そうだ、ちょっと狙いにくいんだが、おなじみのジグザグ方式で。よし、まず脅かしてやるか。どうするつもり？あいつの股の下を狙う。どうだあいつは無傷だろう一体何の遊びを始めてるの007。もう一度任務に集中してちょうだい。もう一度見ていてくれ。いやもう別にもう一度しなくても行くぞ。いいと思うんだけど、ちょっとほら見てくれゾイ。私の腕前を。何をやっているの？よし、普通に倒そうあとは左側だな。左の奥に一人いる。左ですって。見えたかな。いいえ、ゴマ粒みたいなやつだ。よし、スコープをまだ何も見えないわ。ズームアップするぞ。あそこだ。あいつを倒す。人影がいるわ。こっちを狙っている。なんだかだるまさんが転んだをしているみたいだわ。今度はちゃんと狙ってね007。変なところ狙わないでちょうだいね。よし、倒した。さすがだわ。あとはもうあっち側にはいないはずだ。よし、あとはこっち側だな。たまに人数が違うこともあるが、その時は臨機応変にやろう。了解。だが大概今の人数だ。さあ、そしてこっち側。見失ったってまだ誰か言っているな。そうね。なぜか無線が入ってくるんだ。傍受しているんだきっと。そうね。向こうにいるな。人影が。向こうから狙っているやつがいる。あいつを撃っておこう。了解。よし。さすがだわ。今のはしゃがんで立つ方式だ。おなじみの。狙いを定めておいて一気に撃つのね。しゃがんだり立ったりしながら、狙いを定めるわけだ。そしてしゃがんで銃を用意しておいてこう立ち上がって撃つと。分かったわ。めっちゃとても簡単なやり方だ。そして今さっき一人残っていたな。壁の向こうに。あいつは普通出てこないから放っておけばいい。後で倒そう。分かったわ。そしてこの扉をレーザーで焼き切るのね。そうだ。
ここをレーザーで焼き切って、まあ扉じゃないと思うがな、蝶つがいが4箇所にあるから開かない、でここに穴に入ればいいんだ、ボンドスタイルが成功するんだが。なるほど。よし、そうだな、スタート地点あっち側だ。こっち側からここら辺からスタートしたな、あそこに穴があるだろう。あれもあそこからも入れるのね。そうだ、あそこから降りても同じ場所に行けるんだが、こっち側網のあった方だな。ここから入るとボンドスタイルだ。なるほど。これでプラチナメダルに一歩近づいたということね。ああ、そうだ。ジェットパックを撮影せよ。ああ、そうだな。この倉庫のようなビル、この中にプロトタイプのジェットパックがあるはずだ。それをジェットパック。それを撮影すればいいんだが、普通はな、ここに一人、この箱の向こうに一人立っていることが多いんだが、ぼーっと突っ立っているから、この場所から頭を狙えるんだが、いないな。今回はいないのね。ここにいたらもう頭を狙って撃ったらいい。まあそしたらこの部屋全員に気づかれるんだが、どっちにしろここの部屋は気づかれてしまう。そうね、音も響きそうだしね。そうだ。今そうだな、往復しているな。この私のいるフロアにはだいたい2人いるんだが、1人が突っ立っていて1人が往復しているパターンと、2人とも往復しているパターンと、まあいろいろあるな。で今回は2人往復しているパターンだな。あそこに照準の少し左にタンクが見えるな。緑。そうね。見える。あのタンクのそばに敵が来た時にタンクを撃って爆発させれば、うまくいけば2人倒せる。なるほど。まあ少なくとも1人はね、今この段階で撃てば1人倒せるな。そうやって倒してもいいな。とにかく1人は気づかれずに倒せるが、あとは気づかれてしまうと思っておいた方がいいな。なるほど、了解。よし、じゃあ今回は試しに、今往復していたやつのうちの1人の背中を取ってみる。なるほど。今見えたな、目の前に。近くにいるわ。あいつの背中を急いで取る。だがやっぱり気づかれた。別のやつに気づかれた。まあやはり気づかれると思っておいた方がいいな。よし、あとはだからいつものジグザグ方式で倒そう。了解。今回のミッションの説明はしたのかしら。まだしていないな、ゾーイ。それではよろしく頼む。了解、待っていたわ。チェーンリアクションだ。チェーンリアクション。オペレーションナイトファイヤーの解読により、本州の沿岸にある灰色になった原子力発電所に秘密が隠されていることが分かったわ。武装した護衛に見つからないように発電所に潜入して調査を進める必要があるそうよ。発電所の最機密領域に侵入し、廃炉処理工程の秘密を見極めてちょうだい、007。分かった。どうもドレイクという男は怪しすぎるな。そうね。テレビのインタビューの時に兵士たちを隠れさせて、そしてインタビューが終わればすぐに兵士を、それは私が潜り込んでいることを恐れてかもしれないが、どちらにしろやましいことがあるのは間違いないわ。おそらく間違いないだろうな。ずいぶんたくさん兵士たちがいるのね。この階にもいるし、下の方にも人影が見えたわ。ここはドレイクの会社がフェニックスインコーポレーションだったかな。フェニックスインターナショナル社のそうだな。007。フェニックスインターナショナルがどうも開発しているプロトタイプのジェットパック、スーツのようなものがあるんだが。スーツですって。先ほどミッションを提示してくれたはずだが、そのミッションでそのスーツの写真を撮るんだが、敵はだから倒さなくてもいいんだが、倒しておこうか。そうね。そのスーツが保管されているな、ここには。こんな大規模な場所を使ってスーツを開発してるなんて、一体どんなスーツなのかしら。スーツを開発してるかどうかは分からない。ここはただの元原子力発電所かなんかじゃなかったのか。そうね。あとはこの下にいるな2人。その2人の場所にスーツがあるわけだ。スーツと呼んでいたかどうか忘れたが、彼らの元に行けばいいのね。倒してから行こう。撃たれるから。了解。しゃがんで立つ方式だな。そうだな、ここはちょっと狙いにくい場所だからな。そうね。そうだな。ちょっと食らってしまったわ。大丈夫だ。
見えづらい。そうね。でも007、あなたっていつもこうやって暗いところに潜入して敵をやっつけているから、こういう環境は慣れているんじゃなくって？まああまり慣れたくないものだな。そうね。あそこにノートパソコンがあるな。そうね。なんか光っているのが見えるけれども、ノートパソコン、そうだな、光っているな。何かあそこに作業でもしてるのかしら。あそこにそうだな、何かありそうだな。この兵士2人を片付けたら、あのパソコンの中身でも見ようかな。そうね。そうだな。床を打ってしまった私としたことが。ここでジグザグ方式をすればなんとか打てそうな気がするな。そうね。これもし、そうだな、一応初心者向けということで話しているから、もしいつまでたってもこう出てこないとか打てないとかで倒せなかったら、一か八かで、今柵に阻まれてしまった。惜しいわね。一か八かでこのフロアをダッシュして反対側に回ろう。反対側へ？反対側に回ると、これちょうど私の立っている、今しゃがんでいる、この床の下あたりに一人倒したぞ。さすがね。この私の今いる場所のちょうど真下、ちょっと真下の隅にタンクがあるんだ。タンクね。そのタンクに敵が近づいた時にそのタンクを撃てば爆発に巻き込まれる可能性は高いんだが、そういう方法もあるのね。ただ向こう側に回ると思いっきり撃たれる。やっと撃てた。思いっきり撃ってくるから、注意が必要だ。分かったわ。よし。パソコンの中身は大したことはなさそうだな。プロジェクターに、これがプロトタイプのジェットパックとやられたな。ジェットパックですって。写真を撮っておこう。宇宙服のようにも見える。ほんとね。さあ次のオブジェクティブは何だ？ TR2 のビルを進めかしら。そうだな。ちょっとちゃんと読めたかどうかわからないけれど、ここに007ボーナスがあるから素晴らしいわ。コレクトしておこう。もう一度言うが、なぜコレクトはカタカナなんだ？そうね、集めるでいいと思うんだけれども。そうだな。ゲットだとポケモンみたいになってしまうな。そうね。外に出るのね。そうだ。ここ今のとこ外に出たらどっからかともなくなんかこう無線が聞こえてきて、必ずと言っていいほど気づかれるから、気づかれずに出ていこうとはしなくていい。分かったわ。おいっていう声が聞こえてきたわね。そしてこの先一人兵士がいる。兵士ですって？もうとっくに気づかれているから、もうジグザグ方式でやるしかない。分かったわ。ほんとね、もう間違いなくこちらを狙っているわ。標的を見失った。どこにいる？ここだよ。標的を見失ってるですって？よし。見失ったというか、もうどう見ても壁に隠れただけだと判断できるだろうと思うんだが。そうね。彼らはちょっとボキャブラリーが相当少ないからそうね、仕方ない。なぜあそこを見ているかというとだな、あそこにたまに残っていることがあるんだよ。なるほど。めったにないんだが、だからそれを慎重に確認している。あの壁の向こうにいるな。3人。ここの人数はまちまちだ。1人の場合もあれば3人の場合もある。2人の場合もある。1人だとよかったのに3人もいるだなんて、どうやって戦うつもりだ007？ここは意外と簡単だ。ここちょっと撃たれたな今な。この隙間から覗けば向こうに1人立っているのが見える。見えたな。今黄色いものしか見えなかったけど、あれ人なの？そこに立っている。本当だ。そいつのすぐそばにタンクがあるんだよ。そのタンクを爆発させたらおのずと巻き込まれる位置にいるんだ。タンクね。今撃てたな。そうね。これね、タンク。順序が変になってしまったが。まだ2人いるわ。奥の方にもう1人いるけれども。そうだな。上の方にいるやつは一番最初に、このステージの一番最初に撃ったところになんか復活することがあるんだ。なるほど。その復活したパターンだな今回は。分かったわ。よし、それではさっき撃ったやつのすぐそばに
さっき撃ったやつはなんか変なものの上に乗っていただろう。高いところにいただろう。そうね。その変なものの後ろに一人いて、でもう一人はその右側でちょっとうろうろしている。だからその右側うろうろしているやつを先倒そう。あそこにタンクがあるな。うろうろしてるやつちょっと左の方に、右の方に寄ってきたな。ほらちょうどああやってタンクの爆発に巻き込ませると倒しやすい。そしてさっきのやつが乗っていた変なものの後ろに隠れているやつだが、そいつのそばにもタンクがあるんだよ。そうね。そのタンクはもう爆発させてしまったな。なるほど。そこにちょっと足が見えるだろう。隠れられてないわ。頭隠して足隠さず尻隠さずってやつだ。こちらの007の目はごまかせないわよ。そしてあそこ、あれいないわね。そうか。あそこに復活するパターンではなく、後ろの塔に出てくるパターンだな。ちょっとそっちに行くか。今から行くよ。ライフル弾をゲットだぜ。さっき倒したやつだな。あそこに一人いるな。あれは最初のところからこう壁の裏に一人いるが今は放っておこうって言ったやつだ。どこに？あいつはもうちょっと後で撃つ。分かったわ。そしてこっちに一人見えた。そいつの位置を確認する。こっち側ではない、右側だな。いたわ。はしごの今ちょうどそうだ、そこだな。よし。今撃ってきたな。撃ってきたわね。向こうは完全に気づいているわ。いるな。ここからジグザグ方式で撃ってみようか。了解。よし、見事ね。よし、これでこの周辺は安全なはずだ。そうね。今のはしごを登ってもいいんだが、ここのタンクの上に乗ってこの先に引っかかるフックがあるから、ここにグラップルで飛んでいく。この場合グラップルのこの指を離さずに前を押してからグラップルの掴む指を離すと R1 だったから、なんですって。それをしないと落っこちてしまうんだ。ちょっと操作が難しいわね。そこ最初何度か落っこちて痛い目を食った。だからそこは気をつけてくれ。グラップルの指は離したらもうその場から落下してしまうからな。なるほど。そしてここにアーマーがある。今は取らないが、必要だったら取ってくれ。分かったわ。幸い私は今アーマーをつけていて何も食らっていないからな。さすがね。さっき撃ってきたやつのライフルだ。よし、この先にだな、倉庫があるだろ。倉庫というか、なんだか壁しかない倉庫だが、あそこに一人いるんだが、あそこから今撃ってきたな。高いわ。撃ってきたな。今バーンと聞こえたな。聞こえたわ。あそこにいるんだよ。あそこから撃ってくるんだな。だからちょっとこっからは狙いにくいんだ。そうね。だからちょっとほっといていきたいんだが、ちょっと狙ってみるか。当たるの？向こうが出てきてくれればいいんだけれど。そうだな。ここ照準を合わせて横移動してるんだが、こっち落ちてしまうんだよ。ここだからやっぱりそうよね。だから相当気をつけないといけないんだよ。こんな高さから落ちたらちょっと見えるな。腕が見えた。肘が見えているわ。これはもう倒してしまおう。肘を打って。よし。なんてこと。なぜ肘を打っただけで倒せるのかという本当ね、不思議があるが。高いわ。ちょっとここからどうするの？こうギリギリのところに立ってグラップルであそこのフックになるほど引っ掛けて。ここでも離しちゃダメなのね。そうだ、すぐに離さずに前を押しながら離すと。分かったわ。よし。そしてさっき兵士がいたとこだな。よし、このロープを伝っていこう。ここ伝っていくの？さっきのを倒してなかったらここで倒すんだ。分かったわ。今のようにしゃがんで立つ方式で倒せばいいんだ。よし、この紐を伝っていこう。これは楽しい。よし、私は怖いわ。ここがさっき倒したやつだなのいたところだ。ここにデルタリピーターという武器を取ったぞ。そして007ボーナスだ。コレクトしたわ。いろいろ置いてある。よし、そこの上に乗って、ここになんかあるな。
ええ飽きそうだな。そうね。ああ、ここは初めて降り立って、ここをレーザーでやって、開いた時は自分でもびっくりしたぞ。そうね、ちょっと気づきにくい。いや、開くと思ってなかったんだ。なるほど。でもとりあえずレーザーでやってみたら開いたから、ここにボーナスがある。開いたからびっくりしたんだ。そうね。そしてここフェニックス浪人というものを手に入れた。初めて手に入れた時はなんか重大な、なんだ、このステージのクリアに必要なアイテムかと思ったんだが、そうね、私も今そう思ったけれど。そうではなかった。違うんだ。説明書にもあったんだが、あれは強力な武器だ。なるほど。フェニックス浪人、フェニックス、そうね、フェニックスインターナショナル社で開発された武器なの。ちょっと見てくれ。ここにフックを引っ掛けるとこがあるな。あそこ届かないな、ジャンプしても。そうね。緑色のランプがつかないわね。だから自動で動いて往復している機械があるんだが、そうね。機械の上に乗って、そして届く位置に来るはずだ。なるほど。ドレイクもインタビューで答えていたわね。ロボットを採用しているわけだな。そして TR2 という文字が見えるけれども。ゾウよく見ていたな。あそこのビルに後で侵入するわけだ。分かったわ。さっきロープをジップライン方式で降りていっただろう。その降りる前のその高いところにいたのはTR2 のビルの上だ。そうなのね。来たわ。よし、これに乗ろう。そしてあそこに届くといいんだが、瞬間を見逃しちゃダメね。今だわ。よし、行け。よし、そしてすぐに離さずに、よし、007。ボンドスタイルだ。ボンドスタイルね。そしてその途切れた階段の下になんか弾があるな。よし、取っておこう。これね。よし、さあとはそうだな、先ほどフェニックス浪人というのが強力な武器だと言っていたけれども、そうだな、あれはフェニックスインターナショナル社で開発された相手側の武器ということね。そうだな、自動で敵を撃ってくれる、なんてこと。すごい武器だ。はい。今柵の向こうに行きたかったんだが、あそこは通れない。柵の向こうに何があるかというとだな、ちょっとその裏に回るぞ。こっちだな。ここね。ここに、別に来なくてもいいんだが、この穴があるだろう。この穴に隠れると、アーマーがあるんだ。ほんでここをちょっと一時的に隠れる必要があれば隠れてくれ。今の私の説明した手順でやれば隠れる必要は全くない。ただもし食らってしまった場合、今のアーマーを必要だったら取ってくれたらいい。分かったわ。ただご覧の通りジグザグ方式とかしゃがんで立つ方式を採用してうまくやっていれば、アーマー取らなくてもいける場合が多いんだが。なるほど。さっきも一つ余分にアーマーを紹介したが、あれも取っていないからな。そうね。そしてさっきジップラインで降りていった先のアーマーも取っていない。だから3つあるんだまだ予備がたくさんあるのね。予備が。よし、そしてまた同じところを行って、またここに戻ってきたのね。今回はさっきここはジャンプして通ったんだが、今回はロープを伝っていこう。分かったわ。もうきなこはここだが、この先一番先までロープを伝ってから降りるようにしてくれ。そうじゃないとやっぱりロープを伝ったつもりで離してしまうと落ちちゃうのね。落ちてしまうというのを最初にプレイした時は何度かしてしまって、何度もしていないが、本当にきつかったな。なるほど。最後まで渡り切るというのが大事だ、ね。右上のマークに惑わされないでくれ。あれはロープに掴まれるよという位置を示しているだけで、降りられるという意味じゃないんだややこしいわねちょっと最初勘違いをしてしまった。あれが出たら降りていいんだと思ってしまって、そうよね、降りようとしたら地面に叩きつけられてしまったなるほど。アーマーは落下ダメージは防いでくれないからな、なぜか。よし、今このドアを開けたんだ。TR2 と書いてあるわね。そうだな、 TR2 の倉庫に入りたいんだが、ここでドアを開けて今中を覗いているんだが、一人もう見えるな、いるわね。ここでなんと今回は珍しく、ちょっと初っ端から珍しいことずくめなんだが、気づかれていないんだ。
これ彼には気づかれていない。彼にはというか誰にも気づかれていない。なるほど。ここ普通はドアを開けた時点でもう中から撃ってくるんだが、そうよね。だがドアが今回はなぜかうまいこと気づかれなかった。ドアが開いたのに誰も気づかないのね。まあ撃ってきてもまあ同じことだ。場所をこうやってマイクロカメラで確認して、でまあジグザグ方式で倒すか、もしくはフェニックスローニンを使えばいい。なるほど。どんな威力なのか気になるところだけど、そうだな。今回は使うの？今回は使おう。ちょっとそれをお見せしよう。あそこに一人いるな。あいつも気づいていないんだ。なんか動いているが、あれはパトロールしている。見えたかな。今撃ったから。倒したわね。倒したか。倒れたように見えたけれども、どうかしら。確認しよう。倒したな。結局今のやつを撃ってもまだ撃ってこない。こいつ止まったまんまね。これはちょっと見えない場所にいるな。そして今上の方に一人立っていることが多いんだが、そいつもいないな。今回はちょっといつもと違う。後ろにも一人立っているな。いるわね。どうも動いていないので、そうね、気づいていないように思うな。そうね、スナイパーのライフルの音で気づかないのかと思うが、ほんとね、こんな鉄骨ばかりの場所だと音も響きそうだけれど。そうなんだ。だから普通は気づかれるんだ。だからジグザグ方式で戦うか、フェニックスローニンで戦えばいい。分かったわ。フェニックスローニンというのは自動で撃ってくれるから、このドアを開いて、でここちょっと段になっていて、こうドアの先へちょっと降りるんだよ、こうね。なるほど。床がだからフェニックスローニンを置こうとしたら、その降りた先に なるんだが、この降りた先に置こうとすると当然まあ自分は落っこちるわけだが、そうすると今見ているこいつ、あいつに狙われるわけだ。でドアに隠れていてもその足元がガラが空きなんだよ。だから狙われるんだよ結局。だからフェニックスローニンを置く位置は考えなければいけない。分かったわ。だからドアのちょっと手前に置いて、ドアから見える右側にいる方の敵だけを最初に倒す。それを心がけた方がいいな。そして今倒そうとしている左側の敵は後回しと。後回しでいいのね。今これデルタリピーターでやろうとしてるんだが、どうもこれでは届かないようだ。そうね。それかまあ狙いが悪かった可能性もあるが、デルタリピーターは後ほどのステージですごく役に立つ。そうなの。だから今回は使わないでおこう。分かったわ。まだこいつ気づいていないのね。そうだな。まあ何度も言うが、今このドアのまっすぐ前、この、つまりまあ右の方にいるやつらは、そのドア開けて、そのドアの手前側に、ドアの向こうじゃなくドアの手前側に、ドアの手前にフェニックスローニンを設置すれば自動で倒せる。なるほど。ドアの手前ね。ただそれでも倒せないことがあるから、やっぱりジグザグ方式が必要になってくるとは思う。今一人倒したな。ちょっとごちゃごちゃいろいろいてややこしかったかな。さあここドアを抜けた先がまだ、向こうのやつ撃ってきたか。撃ってきたな。撃ってきたわね。よし倒しておこう。さすがに気づいたわね。ジグザグ方式でな。出て足元が見えるな。見えたわね。このスナイパー強力だな。足元を撃てばなぜか倒せる。一撃必殺。普通足を負傷するだけだと思うだからな。そうね。あそこのは気づいていないのか、気づいていないのね。隠れているのかちょっとわからないが、彼も気づいていないわ。さあこれからどうするのかしら。さああともう一人左に。そうね。毎回ここはいるんだ。でこいつはだな、あいつの立っているフロアの下までダッシュする。急がなくちゃ。そうで今真上にいるわけだ。どっから撃ってきた。大丈夫だな。撃ってきたな。あいつがそうだな。ちょっと見えているのね。今回はちょっと珍しいパターンだな。今撃ってきたやつとかはもう最初にドアのところから倒してしまうことが多いんだが。なるほど。まあジグザグ方式でやろうか。分かったわ。
ジグザグ方式というのはうまいこと名付けたわね、007。そうか、私はいまだにちょっとこの名付け変な名前だと思う。なんかジグザグというと確かに厳密にはこうジグザグ動きながらちょっと前進する、前に進むそうねイメージがないか。そうね。だから本当は左右に動いているだけだから、これはサイドステップ方式とでもサイドステップ方式。言う方がいいかもしれないが。確かにその方がスタイリッシュだけど、なんだかそのジグザグという響きが私は好きだわ。そう、なんだか初心者に優しい感じがしないか。するわ。あとちょっと言葉も短いから言いやすいという。そうね。サイドステップはちょっと長いな。そうね。よし、そしてあいつをこっちから見てみると箱に隠れているんだな。そうね。ああ、ここは面白い倒し方をするぞ。何かしら。あいつ、よし、頭がちょっと見えよしている。立ち上がったら見えたな。まさかまさかジャンプして。そう、ジャンプして、なんですって。ジャンプしたら撃てるうちに今合わせた。あらそう、今ジャンプして撃った。あそういうこと。あ、そんな倒し方があるだなんて。よし、あと一人残っていたな。なぜか気づいていないやつ。あいもうつを彼は寝ているのかしら。居眠りでもしているのかしら。何なんだろうな。そうね。とにかくあいつを倒そうか。わかったわ。さて彼はどうやって倒そうかしら。これちょっとしたテクニックなんだが、カメラを持ちながら前に歩くことはできないんだ。あ、今出てきたな。やっぱ気づいていたな。だが今前に歩いていたように見えただろう。ええ、見えたわ。あれはな、カメラを持ちながら横移動はできるんだよね。なるほど。だから壁を利用してちょっと斜めを向いた状態でこう壁の方に横移動しようとするとおのずと前進するだろう、前に進むだろう。なんてこと。だからそういうことをしているわけだ。なるほど。お、どこに行った？ん？あのタンクの影にいたはず。おお、あそこにいたな。この位置ならば、お来たわ近づいてきてる。なかなかやるな。よし、でもこれでこちらの敵じゃないわね。さあこれで慎重に一人一人を片付けたから、あとはあのタンクの後ろに007ボーナスがあるんだ。あそれをコレクトしておこう。あ、コレクトね。ああ、その通りだぞい。なんだか褒められたけど。よし、取ったぞ。あとは上に行きたいんだが、ちょっと、まあほんの少しだが食らってしまったからな。そうね。しつこいようで申し訳ないが、普通はドアのところからたくさんの敵を相手にすることになるとは先ほど言ったな。フェニックスローニンを使うこともできるとは言ったんだが、ちょっとしたテクニックをお見せしよう。ここ階段ジャンプしても普通に届かないな。そうね。だが手すりがあるな。これ手すりの先っちょがあるな。切れてる先っちょ、ここに乗ってなんですって。そしてジャンプする。そうすると乗ることができる。007。これはちょっとお見せしただけだから戻る。せっかく登ったのに。なぜかというとちょっと行きたい場所があるからだ。ああ、そうなのね。分かったわ。ああやってあそこは行くことができるから、まあ、活用してくれ。分かったわ。よし、何を話していたかな。そうそう、ドアの待ってくれ。すまぬ。なんか慌ただしくて。すまぬ。もう分かったわ。007待つわ。崩壊してきた。そこにグラップルでフックにここ来るな。そうするとここにアーマーがあるんだ。アーマーね。これを取ればいい。なんか今空振りしたような気がするから、アーマーを取りたいんだ。今いる場所がさっきねジャンプで倒したやつのところだ。ジャンプで倒すというのもびっくりしたけど、ここ注意してくれ。ここから落ちるときは、下に箱があるだろ。箱の上にしっかりと落ちよう。そうでないと落下ダメージを食らうんだ。分かったわ。せっかくアーマーを取ったのに落下しちゃ意味がないわね。その通りだ。そしてここちょっと危ないんだが、ここ平均台みたいなの登っていて、ここもちゃんと箱とかタンクがあるな。この上に落下しよう。なるほど。そうじゃないと落下ダメージを受ける。間違ってもジャンプして落下しないように。分かったわ。すると高さが出て余計落下ダメージを。それでこの点滅してるドアに入ればこのステージは終了。そして次に進む。分かったわ。
そうだな、ドアのところから戦うという話だが、フェニックス浪人を使ってもうまく倒せないことが多いんだ。次はそうなのね ST3 のビルだな。 ST3 ね。だからジグザグ方式で戦うんだが、そうするとやっぱりダメージを結構食らうんだが、だからそのアーマーを、さっきのアーマーを取ってくれ。わかったわ。ああ、チーム4応答しろ。チーム4一体何があったんだ。ルーク。レッドチーム行くんだ。奴を仕留めろ。今のがチーム4なら、チーム1、2、3はどこだと気になるところだが、あとレッドチームがいればブルーチームがいるのかとか、そんなことを考えてしまう。そうね、1、2、3はもうあなたが倒したんじゃないかしら。見てくれ、今いたな、一人、え左の下の方に。あいつは後で倒すんだが、この今右に一人歩いているやつと、そしてもう一人ここにいるな。あこいつを撃つと当然気づかれる。ええそして右に歩いていたやつ、こいつが狙ってくる。そいつも素早く撃つんえ、だ。わかったわ。左右ね。ああ、そして左下にいるやつ、そいつももちろん撃ってくるから、しゃがんで立つ方式だ。わかったわ。ああ、ただここは多少食らってもすぐ目の前にアーマーがある。ああこれを取ればいい。わかったわ。ああ、だが向こうのやつらはスナイパーライフルを持ってるから、ええ、2発以上食らうとライフが減る可能性が高い。そうね。スナイパーは強力だから。ああ、そして今のように動いて、この柱の影からゆっくりあっちを見る。あっち。ああ、向こうになんかあるな。ええなんだかよくわからない機械が。そしてそのさらに向こうに灰色の何かあるな。斧のようなものがあるわ。あそこをよく見てくれ。あそこだ。あそこに見えてるのは、ええ、敵兵の肩なんだ。よく見ていてくれ。肩なの撃つからな。見てくれてくれ。ええ倒れたな。本当だわ。そしてもうちょっと同じ場所を見るんだ。つかないわねだからええこう右に移動するときにこの、ええ落ちないように自分の体を位置を把握して、わかったわ。そしてもう一度ほら、いるわ。あそこにいるだろう。同じ場所に別の人物が。あいつを撃つ。よし、あれであの場所にいるやつ2人は倒せた。なるほど。あ今のやつが倒せなかったら、下に降りた後に、倒すしかないんだが、あそこの2人はとにかく倒さないと撃たれてしまうから、それだけは注意してくれ。わかったわ。よし、次この壁の向こうに出てきたな、2人。2人いるわ。ここは2人だったり3人だったり、ええ、たまに1人のこともある。こいつらはなぜか私がこの壁のこっち側に出てこないと出てこないんだ。そうなの。なんか一緒に移動するだろう、こいつほんとね。まるで向こうもマイクロカメラ使ってるのかしら。かもしれない。だから、一番手っ取り早いのはフェニックス浪人を使うことだ。これね。今回の動画では初めてお見せする。今の位置にスーツケース置いた。そしたらもうやられただろう、一人。もう。見ていてくれ、あいつの動きを。こう出てくると出てくるな、あいつも。そして自動で撃たれるんだ。なんてことなの。素晴らしいだろ、あれ。恐ろしい武器ね。回収しておこう。スーツケースの中に武器が仕込んであるのね。そういうことだ。中に入った。よし、そして今の2人が出てきたここだな。この中に弾があるから、それを取っておこう。分かったわ。繰り返しになるが、さっきの遠くにいた2人、あいつが倒せなかったら、今通ってきたところにあるタンクを影に隠れ物にして、間から狙ってくれ。タンクの後ろに隠れるのね。タンクじゃない、ごめん。壁？トランクじゃない、コンテナだ。コンテナね。コンテナに隠れながら撃ってくれ。分かったわ。よし、次はあそこに、これも2人の場合もあれば3人の場合もあり、1人の場合もある。標的を見失った。どこにいる。この影からジグザグ方式、サイドステップ方式です。サイドステップまたはジグザグね。撃とう。よし、1人撃てたな。もう1人だ。もう1人はあそこでかなり警戒して、そうね、変なステップを踊っているな。ほんとね。あいつも。そして今右の ST3 のビル、あそこから出てくるんだよね。ST3 出てくるんだよ。出てくるんだよね。あいつを倒したら大概出てくる。だから注意してくれ、それは。だから今の位置にいたら撃たれてしまう。分かったわ。こいつを倒したらすぐ別の場所に移動することだ。それを今からお見せする。まずはこいつを。今狙っているあたりにこうしびれを切らして出てくるから
それをしびれを切らして気長に待と分かったわ。やつもだいぶ軽率な行動をとるのね。う。まあお今出てきているな、ええちょっと根気が必要だが。分かったわ。右の ST3 が次の潜入場所よね。そうだ、分かったわ。よく知ってるな。あ、さっきそういえばネクストそうよニューオブジェクティブとして、出てきた。標的を見失った。どこにいる？もうちょっとだったのに。ちょっと自衛隊が我慢してくれ、そうね。よし出てた。さあ ST3 ビルを注意して見てみよう。ええ、出てくるのだよ。出てきたな。いたな、来たわね。今いたな。見えたかな、一瞬だったが見えたかな。そこだ。ええ、いるわね。ちょっとこの位置は危険なんだ。あいつが今向かって右に移動してきたら撃たれるからええ、危険なんだ。ただ今はちょうど隠れられてるからええ、倒す。今腕を狙ったんだがな、あれで倒せるな、見事ね。だからこの位置だともう完全にこう体がさらされてしまう場合は、先ほども言ったがさっきのコンテナ、さっきスーッと通ってきたんだが、コンテナ動いてる。こコンテれかしら。ナの後、いやこれじゃない、別のコンテナね。これコンテナじゃない、これマシン。違う。まあ、失礼した今わ。前の遠くに見えているんだが、まあいいや。ごめんなさい。さっき通ってきたコンテナがあるんだが、ええ、赤いコンテナの後ろに隠れて狙えばいい。分かったわ。次だ。このはしごを登るとちょうど両側になんかあるな、ええ、あそこを抜けたらすぐに降りる行くぞ。抜けた。抜けて、ここでここの影に隠れるんだ。ええ、つまり降りるというのははしごから降りるということだな。分かったわ。はい。ではい。さっきの ST3 ビルの方を見ると敵がワンサカと出てくるんだ。ワンサカと。本当だわ。米粒のようにたくさん。だからこれもサイドステップでジグザグ方式で倒そう。分かったわ。ただちょっとこの位置だとね狙いにくいかもしれないな。ええ、だからもしこれが苦手だという場合はそうだな、今みたいに見てくれ。ええ、頭を狙って撃てる場合もある。なるほど。つまり胴体が見えてなかったら向こうは撃てないわけだ。そうね。向こうの銃が見えてない状態だったわね。他のやつはそうはいかないな。よし、こんな感じでゆっくりやれば一人ずつ相手だからそうね。倒せるだろう。今回も焦らずじっくりが重要なのね。そうだ、そこがポイントだ。こう見えない中で敵が突然現れたりするとちょっとドキッとするわね。ここか。よし、いたな。もうチラッと見えるから私なんかドキドキしちゃうわ。そうだな、結構スリルがあるな。そうね。さああと何人だ。1、2、 3人か。いや2人だね。2人、そうね。2人しか確認できないわね今の時点では。まあさっきのこの手前にいるのは1人だけだ。あと、ええ、どこだ。いた。だるまさんが転んだみたいね。十字ボタンの上下でスコープの拡大縮小はできるから、それはうまいこと使ってくれ。よ分し。かったわ。あと1人ね。ただこのあと1人はええ、これまちまちなんだ。手前に何人奥に何人かはまちまちなんだが、あと1人は奥にいるな。そうね、ちょっと遠いわね。あいつは出てこない場合が多い。なるほど。だからとりあえずほっといていくしかない。分かったわ。後で倒すから心配しないでくれ。よし、ここはしごを最後まで一番上まで登る。嫌な予感がするわ。ここ綱渡りで行こう。本当なの？なんてこと。ちなみに綱渡り中にもし敵に狙われて撃たれたら、普通に落ちて、やっぱりやられてしまうことが多い。そうなのね。だから敵は一掃しておこう。分かったわ。
とっても大事なことね。あこのバーは何なのかしら。プラスからマイナスの方に行ってるけあ、れど。私の体力だろうな。なるほど。ああ、よし、ここのマシーンをえ動かそうか。え、わかったわ。よし、動かした。左にこう回転するわけだな。ええ、よし、でここをまっすぐ行くとあそこのドアのとこに入れるんだが、ええ、まっすぐ行かずに、行かずに。あそこドア見えたな今な。ええ、見えてるわ。行かずにこっちがこのヘリの上にジャンプ。なんですって。ちょっと。お、これは嘘でしょ。ちょっと高所恐怖症にはたまらん。いや、もうたまらないわ。この後でもっとたまらない図が出てくるぞ。よし、ええ、このはしごを登る。ええ、そしてすぐしゃがもすぐにしゃがむ。う。よし、今敵の声が聞こえたな。ええ、そして今見ている方向からバーッと走って出てくることがあるんだが、今回のやつは出てこないパターンだ。なるほど。でもこちらを狙っているわね。ああ、狙っている。だからしゃがんで立つパターンで撃とう。あズームアップすればなんていうことはない。あ、分かったわ。ちょっと屈伸を使うからあ太ももが痛くなる。なんせ動かないからな、撃ちやすいんだあいつは。なるほど。ああいうやつはもう普通の銃でも撃てる距離だ。外しているのか私は。どうなのかしら。どうも当たってはいないみたい。当たってはいないな。もう一度。やってそうだ、頭だけ見えているからしゃがまなくても撃たれないんだ。そうね。よし、ここあるだろう。ええ、ここの奥からにいる場合は走って出てくるからそれ注意が必要だ。なるだからこそ最初にあっちを見たわけだ。なるほどはしごから登った時にな。ええ、怖いだろここ。柵の上に乗ってここにジャンプして乗ろうとしてもね、ここは乗れないんだ。乗れないの。もう一回行くぞ。ええ、怖い。ここの柵の上に乗って嘘でしょ。ここジャンプして乗ろうとしてもここは乗れない。なるほど。だからさっきの敵がいた場所には行けないんだ。でここ柵がないから十分気をつけてくれ。分かったわ。そこな、柵が切れてるんだ、ここ。油断すると落っこちちゃうわね。そしてちょっとあの向こう見てくれ。あの向こうにあれ弾丸なんだ。あれ後で撮ってみようか。分かったわ。あそこに。よしよし、ここもう敵は一掃したと。ええ、今いるのは潜入すべき ST3 のビルディングの上ね。そうだな、屋上だな。よし、そしてこのパイプを伝って、ここ伝うの。ここのヘリを歩く。嘘でしょ。ヒヤヒヤするな。ボンだ。だからこのビルの中に敵が残っていたら終わりだな。そうね。これは怖すぎる。よし、ここだ。ここなぜか操作上この横を押しているからなるほど。あなたから見て横だもんね。そうだ、ここに着いた時に横押しっぱなしだったら完全に落ちる。だから気をつけてくれ、操作を。だから最後慎重にいってたわけだ。なるほど。よし、ここにアーマーがあってあるな。そして007ボーナスがある。これをコレクトしていこう。コレクト。ここに弾丸とかあるんだが、今はちょっといっぱいで取れないな。そしてドアがあるがこれは開かない。開かないのね。よし、じゃあジップラインで行こう。爽快ね。ところで今私がいるこの辺りにフェニックスローニンを設置してもさっきの ST3 ビルの屋上から出てくるワンサか出てくる敵は結構倒せるんだが。そうなの。あとちなみにここをジップラインで降りていくと地面に降りられる。なるほど。一瞬でな。よし、でここを登って同じことだ。また綱渡りをしていこう。分かったわ。そのフェニックスローリンで ST3 ビルの上の敵を倒そうとすると、結局設置する時が問題だな。そうね、確かに。うまく設置向きも考えて設置できないとやっぱりもたもたしてるとそのうちに
あれだけの敵からスナイパーで撃たれると瞬殺だそうね。ああ、だからさっきのジグザグ方式を取ったわけだ、うん、確かに。まあうまく浪人を使える場所で使えばそれは楽なんだが、そうね。設置をする時間を考えなければいけないな。了解やはりうまくできないと、で今回はうまくできない人でもできるという趣旨だからそれはそうねやらないという。さあ向こうだ、ここのヘリを通っていこう。嘘でしょ。こんな細いところでも私は歩ける、私はボンド。こんなの歩くところ。私はボンド。あよし、あそこにフックがあるからええグラップルでいこうか。もはや驚きもしないわ。この位置からはグラップラー使えないんだ。そうね、緑色が出てないわね。あそこにあるこの階段のここの位置だったらグラップ使えるんだ、なぜだろう。こっちの方が遠いのに、そういう仕様なんだな。そうね。まさかあのヘリを渡ってくるとは思わなかったんじゃないかしら。よし、あそこに行ったらここに戻ってくるのに今の全ての工程を踏まなければいけないから面倒くさいと思うだろう。だが今歩いているこのヘリを使えば戻ってこれるんだな、これが。なんですって。こっちからはこう高くて届かないだろ。だから戻ってくるときにこのヘリの場所を利用すれば全工程を踏まなくてもこの場所に戻ってこられるな。分かったわ。よし、だから行ってみよう。さあこっち側だな。ここに弾がある。まあもう今弾がいっぱいだから取れないが、そしてこっちだ。ヘリが見えるかな。あそこに飛び乗るんだ。マジっすか。ちょっと私の体に対してちょっと細いヘリすぎるとは思うが、いくらスレンダーなあなたでもちょっと難しいんじゃないかしら。よし、そうすると全工程を踏まなくてもちゃんとここに戻ってこれる。なるほど。だから弾が足りなかったら弾を取ってくれ。分かったわ。よし、入るぞ。さあここ、私ここ右に曲がっこっち側に行くとアーマーがあるんだ。アーマーね。だからちょっと後で取っておこう、このアーマーは。分かったわ。これが最後のアーマーだったはずだ。いやもう一個あるが、ちょっとアーマーを取っておこう。分かったわ。そしてここに来て、そうするとだな、カメラ見てくれ。見えるか、たくさんいるんだ。本当だわ。だから私はしゃがんでいるんだ。なるほど。そしてちょっと立つとこの高いところに敵が何人かいるな。だからそいつをまず倒しておこう。分かったわ。つまりこの位置で一番後ろに下がってしゃがんでおくと安全なんだが、なるほど。そこから立つとちょっと床のやつ、下にいるやつ、敵からは見えない。なるほど。だから上の敵が撃ってくるから、まずその高いところにいる上の敵を、遠いんだがあいつらを倒していこう。分かったわ。一人倒したな。よし、音が聞こえる。狙われている。そうね。カメラで確認しようか。あいつは結構動くからな。ほんとね。よし。目で確認できないけれど。できなかったな。一体どこに隠れているのかしら。あれは床にいるな。ちょっとさっきのなんだ、目で確認できないといった敵、あいつはちょっと見えないところに入ってしまったから後回しにしよう。分かったわ。そして床のやつだ。なんか撃ってきた。右からいるな。いるわね。高いところに。よし、あいつだ。あいつ先に倒そう。よっしゃ。さあ狙うわよ。狙うぞ。今だ。狙って。よし、倒したな。よし、もう高いところにいる敵はいないはずだ。そうね。向こうの壁の向こうにちっちゃく見えるかな。左側に小さく見えたし。今左上にちょっと見えるだろう。あいつはな、向こうの部屋の中にいる。なるほど。だから撃ってこない。壁の向こう側なのね。だからあとはこの部屋では、この広い部屋では、空間では床の敵を一人ずつ倒していくわけだ。分かったわ。今背中にこう後ろまで下がって、壁にひっついてる状態だが、そう今みたいに少しずつ前に出ていってしゃがんで立つ、しゃがんだ状態から立って、
で敵が見える位置にこうね、うん、遠くの敵から撃っていくということだ。分かったわ。遠くの敵から、すまん、なんかうまいこと説明できていないが、まあ大体分かってくれるだろう。もちろん。あなたの言いたいことはお見通しよ。ありがとう、さすがだ。さすが CIA のゾーイ・ナイトシェイド。フルネームで呼ばないでちょうだい。あ、撃ってたな。よし。まあなかなかこれを繰り返しているとシューティングゲームみたいでちょっと楽しいね。なるほど。そうね。あそこに隠れているが私には見えている。よしよし。お見事だわ。あとはもうちょっとだな。もうちょっと前に行くと見えてる。あそこにまだいるな。ええ、よし。どうだ、なかなか楽しいと思わないか。そうね。よし、じゃあそうだな、残りの敵を同じ方式で倒している間に、このゲームのイントロダクションを今になってちょっとちょっともうミッションもだいぶ後半に来たけれども説明するわよ。イントロダクション。アメリカは自国の防衛設備として宇宙兵器プラットフォームを開発していた。地球軌道上に設置されたプラットフォームからは地球のあらゆる地域をミサイル攻撃することができるそうよ。実業家ラファエル・ドレイクは核廃棄物処理を専門とするリサイクル企業フェニックス・インターナショナル社を設立し、核の根絶を謳っていた。環境に優しいリサイクル企業として業績と知名度を上げる一方、その裏の顔を知る者は少なかった。アメリカ政府秘密研究施設から失礼しました。敵を全員倒したから今レバーを動かしたんだ。レバーを動かすと上のマシーンが手前に動いてくる。その間にこの階段を降りてあそこにグラップに引っかかる。そしてここで決して引っかかっているその R1、R1 の指を離さないことだ。そして台が近づいてきたな。そしたら台に乗る。そこで初めて離すんだ。分かったわ。それまでに離してしまったらダメージ受けるからな。そうすると今みたいにボンドスタイルが成功するわけだ。よし。あそこにドアがあるな。あそこのドアの向こうに敵が3人いるんだ。3人ね。よし、ここのヘリを伝っていこう。またヘリ。もう慣れっこね。ヘリ大好きジェームズ・ボンドだ。いつからそんなキャラクターになったのかしら。フェニックス浪人で倒してもいいが、ほんと3人いるわ。ここはジグザグ方式でいこうか。分かったわ。ドアを開けると途端に撃ってくることが多い。気づいているかな。あいつは気づいていない。じゃあ上の気づいていないか撃ってこないか。あいつは見えない場所にいる。そうね。そして右のやつ、あいつはどうだ。どうかしら。あいつも姿が見えないな。見えないわ。よし、じゃあ誰から倒そうか。ちょっと入ってみるか。そうね。彼らもこちらに気づいてるような気はしないけれども。そうだな。アーマーが見えるわ。そうだ、よく見ていてくれたな。アーマーがあるんだ、あそこに。あれが最後のアーマーかしら。そういうことだ。ちょっと腕が見えたな。腕ですって。これあれを撃ってみようか。ちょっと隙間から撃てるかどうかわからないな。なるほど。よし、あれを狙ってみよう。やっぱり無理かな。そうね。もうちょっと近づくか。そうね。なんか弾の音が聞こえた。上のやつに気づかれた。本当だわ。ダメだ、下がれ。よし。でも向こうが顔を出してきたなら逆にこっちのチャンスでもあるわけね。その通りだ。下のやつも動いてるな。やっぱりさっきは気づいていなかったようだな。腕を狙ってもよかったんだが。
いたな。よし、じゃあ3体片付けるか。分かったわ。じゃあ先ほどの続きを頼んでいいかな。続きを言うわよ。あアメリカ政府秘密研究施設からミサイル誘導装置が盗まれた。装置を解析され、宇宙兵器プラットフォームのメインプログラムを書き換えられたら、地球はミサイルの標的にされてしまう。イギリス諜報部 MI6 は数ヶ月に及ぶ調査の結果、健全なリサイクル企業フェニックスインターナショナル社の裏の顔を掴んでいた。ミサイル誘導装置の盗難事件には企業の経営者ラファエル・ドレイクが関与していると見られている。宇宙兵器プラットフォームと核ミサイルを手中に収め、地球を支配しようと目論むドレイクの計画が明らかになった。恐るべき陰謀を阻止するには、計画の全容を記録したファイルオペレーションナイトファイヤーを手に入れるしか方法はない。メイヒューが持っていたやつ。そうね。世界の危機を救うため一人のエージェントに指令が下った。そのエージェントとは、ニューイヤーズイブの夜、諜報員を乗せたヘリコプターがパリ上空に飛来。男の鋭い眼光がターゲットを捉えた。そう、男の名はボンド、ジェームズ・ボンドだ。私はボンド、ジェームズ・ボンドだ。これが今回のイントロダクションになるわけね。そうだな。よし、さあと一人を倒せばここは完了だが、なかなか見えにくいところにいるな。なるほど。暗い。そうね、ちょっとだいぶ見えにくいよね。実は旧ブランチグラスというアイテムがあって、暗い場所でつければ見えやすくなるんだが、なんですって。ちょっと今回はというか、もう動画を通して使わない主義なんだ。それはどうしてかしら。あまり使いたくない、それだけだ。さすがジェームズ・ボンド。正直に言うと、最初の方はそのセレクトボタンを押すんだが、全く気づかずにやっていた。そして後半で気づいたわけだが、もうそれだったらいっそのこと使わずにやろうと思って。なるほど。だから動画もそのまま使わずにやっているというだけで、あまり深い意味はないので。分かったわ。今倒したわね。暗いところでも見えるから、スタングレネードには気をつけた方がいいとか、そういうことがあるらしいんだが、そういうことも慣れていないとややこしいだろうと。そういう理由もなんとかいろいろつけながら旧ブランチグラスは使わないということで、分かったわ。期待していた人がいたらごめんなさいよ。アーマーを取ったな。あとはこの部屋に007ボーナスが隠れているんだが、どこにあるの？見つけられるかな。いや、そんな制限時間はない。ゆっくり探してくれ。分かったわ。ここから見渡しても見つからないな。そうね。ヒントはさっき兵士がいた場所なんだが、あれじゃないぞ。あれはただの光だ。漏れ出てくる光だ。さっき兵士がいた場所って言われても、なんだか隠れた場所にいただろう。隠れていた場所、そこにたどり着けたらあるんだ。なるほど。だが一体どうやってたどり着けると思う？ゾイ。君のその素晴らしい頭脳で解明してくれ。私が素晴らしいのは運転技術だけだけれども。いや、だけではないだろう。そうね。君の女性としての魅力も相当素晴らしいと思う。そうかしら。そうね。どこか上に行くための扉か何かがあるということかしら。あなたがスタナーを持っているということは。不正解だ。不正解だ。不正解なの？まったく。ここにヘリがあるな。私の大好きな。またヘリなの？私の大好きなヘリだ。ジョームズボンド。いや、ジョームズボンド。あなたいつから解明したの？あなたがそれが新しいコードネームなの？そうだ。見てくれ、ヘリを通れるんだよ。私の特殊スキルだ。見てくれ、ここ入れるな。ここが右側にいた敵がいた場所だな。右側の敵ね。で、ここには何もない。なんという期待外れだ。せっかくヘリを通ってきたのに。
いやあれはただの光だ。もうもうここまで来たら旧ブランチグラスを使えという話だが私は使わない。そうね、使わなくても見つけられるということね。ここにはないな。よし一旦ないのね降りようか。分かったわ。ちょっともう自分がどっちを向いてるのかもう訳が分からない。もう私は最初から分かってないけれども。よし。あそこにジャンプして大丈夫かな。いや、箱の上に降りよう。よし箱の上ね、分かった大わ。丈夫だな。あなたさっきからスタナーを持ってるけれども、これで何かを開けるの？いい何かことを聞いてくれた。いやこれはまあ敵をしびれさせる武器そうよね、なんだが、光が明かり代わりに使っていや実はそうかなと思ったのよ。マイクロカメラがライター型になっているだろう。ライターの火をつけるともちろん明かりになるんだが、それよりこっちの方が見えやすいんだこっちの方が見えやすい。裏技ね。裏技というか、もうそれを使うぐらいならなんていうの、いややっとたどり着けたぞ。そうなのね。ここね。ここが見えたな。今度こそ見えたわ。よし、ここどこに降り立ったらいい？ここちょっとジャンプが難しいな。よし、たどり着いた。あっちのヘリから来ると左側の敵がな隠れていた場所、ここに来れるわけだ。なるほど。ここにあった。やっと見つけたぞ。コレクトしたな。あとはこの部屋にはもう用はない。分かったわ。こんなところに隠れていたんだな。でもここに来れるというのもなかなか面白い作りだな。ほんとね。スーパーマリオ64を思い出す確かに遊び心があるわねヘリを通ってこれるという。なるほど。いやマリオにもあったかなそんなの。でもなんか遊び心があるだろう。そうね。まるで私は点になったようだ。点？だってすごい細いところも通れるんだから。そうよね。ペラペラの紙になったよ。とんがった柵の角の上とか、あんなの普通乗れないだろ。そうよね。よし、さっきの部屋に戻ってきたわけだが、ここであそこを見てくれ。あそこにあるな、くるくる回っている007ボーナスが。あれを取りたいわけだが、あれをどうして取ったらいいと思う？それはもちろん上に行きたいわけだから、またヘリを使ったりするのかしら。いやもうヘリは使わないし心配しないでくれ。よかったわ。普通に考えたらはしごとかがありそうだけれども。なるほど。今なんかプロジェクターが回ってるけど、あれは関係がある？あれは後で行くんだ。そうなの。階段はどうもなさそうね。気がつかないかゾイ。私のまさかこれね。分かってくれたか。でもまだグリーンのライトはついていないけれども。いやそれはもうさっきも床から行ったから。ここからね。今遠ざかっていく。これは地道に待つしかないな。そうね、あそこに乗りたいのね。なるほど。こうやってグラップルでフックにこう引っかかった時は、この R1 ボタンを標準の操作ならな、R1 ボタンを離さなければこうやってずっと引っかかってられるんだ。だからこれを覚えておくといい。分かったわ。R1 ボタンがあなたの握力なのね。握力というか、これを離さなければ落ちずに引っかかっていられるから、あれを地道に待つしかないな。分かったわ。このテクニックはもうこれからも多用することになるから、注意が必要ね。とは言ってもこのゲームをやった人はみんなそうね、普通に分かってくることだが、おそらくR ボタンをフックの場所で離して落ちたという経験がある人は多いはずだ。そうね。これに乗ったらここにたどり着けるわけだ。だんだんと近づいてきたわ。あとは飛び乗ってこの細いところをほとんど見えないがこれで取れる。007ボーナスコレクト。これでボーナスは7個全部集まったわけだ。素晴らしいわ。あとはあそこプロジェクターで映し出されているが、あそこにあっただろう。よくわからんもんがあったのかしら。一瞬でちょっとわからなかったけど、後で行くから心配しないでくれ。分かったわ。
であそこにたどり着くと敵がここからワンサが出てくるわけだ。なるほど。でそいつを全部そのレーザーでマシンだなあれで倒してもいいんだが、えここにフェニックスローニンを設置しておくと結構楽だ。後がえ、なるほど。あプロトタイプのレーザーを撮影せよ。あ今回も撮影だな。レーザーを使い C5 ドアを破壊せよかしら。これがレーザーだ。なるほど。これを撮影してでこのレーザーでドアを破壊しようとすると敵がワンサが出てくるわけだ。なるほど。で今まだなレーザーのとこに行ってないとこう敵が出てきてないな。ええ。ちょっと早計だったようだ。 C5 ドアとはどこのことかしら。レーザーの前方右奥にある。なるほど。あ調査済みなのね。それは後回しだ。あ、今見えたわ。今たくさん敵が出てきたから、ええフェニックスローニンが一生懸命働いているな。ええ。その隙にこっちに逃げる。これがポイントだ。なるほど。もう本当はあそこで戦うのが筋なんだがレーザーのパワーも強力だからそうね。相当強いから戦えるんだがここまで逃げてきてさっき戦ってたとこだな。そうねこ。こが安全圏なんだよ。なるほど。なんかここで先ほどと同じように倒していけばいいんだ。なるほど。そうね、ここなら隠れやすいわね。で階段から登ってくることもないから心配しなくていい。そうね。で大半の敵はレーザーじゃないフェニックスローニンが倒してくれる。ええ、頼もしいわね。今敵はあそこに敵がいるな。ええ。あいつを倒す。なかなか避けている。そうね。よし。あとあそこにもいるな。隙間にもう一人よし倒したわ。よしあとはどこだ。まだたくさんいるわね。たくさんいるな。まあさっきと同じだな。そうね。ここが正念場ってとこかしら。もう少しでゴールだ。ええ。サイドステップを踏んでいるのがちょっと滑稽だな。どっから撃ってきたんだ。やられた。フェニックスローニンが倒してくれたんだ。まあ、なんてこと。優秀な兵器だ。そうね。ということはもう敵はいないと。いやまだいる。そうよね。おそらくどこかどこかから来た今の下の3人ではないだろう。そうね。あそこから出てくると思うんだがなかなか出て来た。今ね。よし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 。素晴らしいわ。さああと2人かな。まだ4人いるわ。増えているな。よしまあ地道に倒すしかないだろう。そうね。同じ何か今のうちに紹介することなんかはあるかしら。そうだな。なんだろう。007といえば出てきた出てきた。上に、あえて見えるところに行ったらそうなんだよ。撃ちやすいように向こうに行ってそして狙ってくるからそうして一人ずつ向こうの方におびき出して。なるほど。おびき出すというんだろうか。上に上がっていったんだな。本当だわ。小さい。あの位置ならしゃがんで立つ方式だな。よしそうね。さあスナイパーで狙うぞ。クレーンが邪魔だ。よし一応上がりだ。あと3人だな。そうね。向こうの方にまだいるな。どんどん出てくるんだ。そうね。キリがないわ。いやキリはあるから大丈夫だ。安心しろ。ちゃんと持久戦ってとこね。そうだな。それで思い出してくれ。アーマーがもう一つあるんだ。だから多少食らっても大丈夫。そうね。007といえば我々きなことシュウはフィギュアスケートが大好きなんだが。そうね。007のテーマ曲を使ってくれるフィギュアスケーターが何人かいるわね。そうだな。最近では樋口新葉さんが、
ボンドガールを演じていたな。彼女のダイナミックな動き、この曲にぴったりだな。そうだな。まあ個人的にはキム・ヨナの007がまあ記憶に残っているが、そうね、彼女のボンドガールのような、なんていうのかしら、素晴らしい表現力は本当に記憶に残るまあスケーティングだったと思う。正直に言うと、私は演技という点では標的を見失った。どこにいる？キム・ヨナの演技は最高レベルに好きなんだが、彼女の演目の中では007のボンドガールだを演じていたのはどこにいる？それほど好きではない、そうなの？もちろん嫌いではないが、そうだな。まあ我々かれこれ、そうだな、私はおそらくトリノオリンピックの前後からきなこはどのぐらいだろう。そうね、トリノオリンピックより前から見ていて、我々2人とももともと母が好きで、そうね、母がフィギュアスケートが好きで見ていたんだが、そうだな。だからかれこれ15年ほどかな。私の場合はにわかファンを15年ほど続けている。標的を見失った。どこにいる？にわかファンですって。ああ、その割にはあなた、ジャンプのどれが何ジャンプかなんてすぐ分かるぐらいじゃないの。そうだな。まあもうそろそろにわかファンと自分のことを言うのはやめた方がいいかもしれない。そうね、言えないぐらいだわ。ああ、もう15年も経つからな。さすがににわかではないかもしれない、ジャンプも全ての種類をこう飛んだ瞬間に言ってしまうぐらいだから。そうなのよ、解説の人と被るぐらいなんだわ。そうだな。まあ私はもともとスケートを滑るのが好きだからな。そうね、ここにね、覚えているかな、アーマーをアーマーね、まあつい先ほどのことだからな。よし、さあこれで敵は一掃したはずだ。標的を見失った。どこにいる？お、まだいる。声が聞こえるぞ。まだ残っていたのか。どこにいるのかしら。落ち着いてカメラで見てみよう。あそこだ。走ってきた。動いているわ。こっちに向かってくる。標的を見失った。どこにいる？あいつが最後だと思うぞ。標的を見失っているわ。よし、だんだん近づいてくる。このカメラがあれば鬼ごっこやかくれんぼは勝つな。そうね、敵なしってとこね。そうだな。最近で言うと紀平梨花さんが突然注目され始めたが、まあ私に限らずフィギュアファンの間では紀平はそうね、もともとジュニア時代から有名だからな。それに今年私はフィギュアシーズンが始まるより前に今年は紀平がすごいととっくの前から言っていたんだが、そうね、突然やはりあれだけのことを成し遂げたから、グランプリファイナルも優勝してなんか突然のスターが現れたみたいなことを報道している人がいたんだ。フィギュアファンの間では全く彼女は突然ではない。ようやくシニアに上がってきたってとこかしら。何を言っているんだと思ったが、まあそれは仕方ないな。そうね、フェニックス浪人は役目を終えてもう沈黙しているのかしら。使い果たした。よし、あとはレーザーで扉を破壊して先に進むだけだ。 C5 だったかしら。あの扉だな。これね、このレーザーは強力だぞ。ちょっとカメラで見てみようか。もう敵がいないかを確認しよう。いないな。そうね、よし、じゃあレーザーで。これは強力だ。何作か出てくる敵を結構瞬殺できるんだが、なんせ量だ。敵が多すぎるから、そうね、あそこに隠れていった方が安全だ。よし、これで扉を破壊したぞ。恐ろしい威力だわ。さてと、よし、脱出しよう。ミッションコンプリートよ。いや、長いステージだった。そうね、この扉はあそこから脱出できそうだ。よし、通気口は私の通り道だな。そうね、お手の物ね。ネズミみたい。ネズミ、やっと出てきた。お、マキコ。マキコ、どこにいたんだ？
だいぶ探したわよ。探したからといってこんな追われてるわよ。急いで。こんなピンポイントで私の出てくるところにいるなんてほんとね、なんだか怪しいぞ。気味が悪いわ。ああ本当だ。お疲れになったでしょジェームズ。ああ疲れた。少しお休みしてちょうだい。何？こんなことだと思っていたわ。マキコ、なんてこと。君は裏切り者だったのか。そうね。まあプラチナメダルは取れたな。そうね。ボンドスタイルは3つ成功、そして倒した、たくさん倒している。命中率と残りライフも申し分ないな。それで時間はたっぷり取ったからほとんど点数はないが、十分な余裕を持って、007のボーナスも全部取ったわね。だからライフとかがものすごく減っていても、命中率がものすごく低くても、このステージではプラチナメダルを取れるということだな。分かったわ。それにしてもマキコったら一体どういうつもりなのかしら。そうだよ。何やら陰謀が潜んでいそうね。そうだな。これを追求していくとするか。それでは次回も見逃せないわね。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。